こんにちは、みなすです。今回は京都の海外風のカフェを5つ紹介したいと思います。普段のカフェとは一風変わったまるで海外に行ったかのような雰囲気が味わえるカフェばかりなので、ぜひ最後まで楽しんでみていただけたら嬉しいです。また概要欄にはお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利だと思います。それでは早速紹介していきます。最初に紹介するのは河原町駅から徒歩2分のところにあるラドゥレ京都市場店さんです。ラドゥレさんといえばフランスのマカロン専門店として有名ですが、実は京都には2つお店があります。今回は1店舗しか紹介しませんが、またいつか祇園のお店も紹介したいと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。市場店は3階建てになっていて、1階にショーケースが、2階と3階がカフェスペースになっています。2階も3階もグリーンの椅子や照明により高級感が漂う空間になっていたんですが、3階の方が壁にタイルを使用していて、より高級感のある空間になっていました。なので予約をする際には3階がおすすめです。メニューに関してなんですが、意外にもマカロンだけでなくフレンチのメニューもあって、ランチやディナーでの利用もできそうでした。今回僕はマカロン2個セットを注文したんですが、他にもマカロンとシャンパンとのセットやアフタヌーンティーセットもあったので、皆さんもお好きなメニューを頼んでみてください。ただ全体的に普通のカフェと比べるとメニューは基本的に1000円以上するので、余裕を持っていくのがおすすめです。マカロンの味は抹茶とイチゴを選びました。どちらのマカロンも表面はサクッとしていて、クリームの部分はとても濃厚で美味しかったです。かなり甘かったので、紅茶と一緒に味わうとより美味しいと思います。皆さんもラドゥレさんで非日常的な空間を楽しんでください。続いて紹介するのは三条駅から徒歩15分のところにあるスクールバスコーヒーさんです。このカフェは以前大阪の北浜カフェで紹介したスクールバスコーヒーさんの京都店になります。店内はアメリカンスタイルになっていて、コンクリートと木の相性がいいおしゃれな空間になっていました。北浜の店舗と比べると席数はそんなに変わりませんが、天井が高く開放感のある作りになっていて、個人的に京都のお店の方が居心地が良かったです。ちなみに電源がついている席と Wi-Fi があるので、混んでいない時はゆっくりできると思います。ここで余談なんですけど、先日取ったアンケートに答えてくれた600人近い方、ありがとうございました。正直ここまで多くの人が答えてくれるとは思わなかったので驚いています。今どこに住んでいますかという質問だったんですが、大阪に住んでいる方が 40%、 兵庫が 24% と人口の規模感と近い印象でした。今は京都の動画が一番多いんですが、徐々に他のエリアも増やしていきたいと思います。またアンケートを取る機会があったら、ぜひ気軽に答えていただけると嬉しいです。メニューに関してなんですが、ラテアートが楽しめるフラットホワイトがおすすめです。豆のロースト具合も注文時に選べるんですが、よりラテアートがはっきりと出る深入りの豆がいいと思います。他にもアルコールのメニューやソフトドリンクのメニューもあるので、その時の気分に応じていろいろと楽しんでみてください。皆さんもアメリカンな雰囲気を味わいにスクールバスコーヒーさんに行ってみてはいかがでしょうか。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩3分のところにあるブルーボトルコーヒー京都木屋町店さんで、小学校をリノベーションした複合施設の中にお店があります。ブルーボトルさんといえばアメリカ初のコーヒーチェーンなんですが、特徴的なのが一杯一杯丁寧にハンドドリップでコーヒーを入れてもらえる点です。なので提供には少し時間はかかるんですが、豆本来の香りがよく出ていて、他のコーヒーチェーンよりもコーヒーが美味しいんじゃないかと個人的に思っています。また店内のデザインも店舗によって異なっているので、いろんなお店を巡ってみるのも面白くて、関西では神戸のブルーボトルコーヒーがひときわおしゃれなので一番おすすめです。ちなみに関東の店舗はまだ行ったことはないんですが、スタイリッシュな店舗が多いとのことなので、いつか行きたいと思っています。ブルーボトルさんはメニューに関してはドリンクがメインで、コーヒーは1杯500円ぐらいします。なので一般的なコーヒーよりは少し高いんですが、美味しいのでぜひ試してみてください。フードは基本的にクッキーやサンドイッチのような軽食で、
木屋町店でも一風変わった京都の漬物を挟んだサンドイッチもあるみたいです。僕はまだ食べたことはないんですけど、食べたことがある方はどんな味だったのかコメントいただけると嬉しいです。今回僕は他のお店でコーヒーを飲みすぎてしまったのでレモネードを注文したんですけど、レモネードも美味しいのでコーヒーが苦手な方におすすめです。天気のいい日はテイクアウトをして人工芝のエリアで飲むこともできるので、皆さんもぜひ行ってみてください。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩6分のところにあるラルフズコーヒー京都バル店さんです。おしゃれな商業施設バルの3階にあるカフェで、名前にもあるようにラルフローレンのカフェなんですが、今のところ東京と横浜と京都の3店舗しかないみたいです。大阪にないっていうのが個人的に意外でした。店内はグリーンを基調とした空間で、床には幾何学模様のタイルが、壁には光沢のあるタイルが使用されていて、まるでニューヨークに行ったかのような気分になれると思います。またカフェの中では店舗限定のタンブラーやマグカップが販売されているので、自宅でのコーヒーブレイクやちょっとしたプレゼントにもいいかもしれないです。メニューに関してなんですけど、思っていたよりもリーズナブルで、コーヒー1杯500円から飲むことができます。ただケーキは700円ぐらいするので、ケーキとセットだと1300円ぐらいは見ておいた方がいいと思います。他にもサンドイッチやサラダのようなフードのメニューもあったので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ちなみにアフタヌーンティーは事前予約制だったので、ホームページを確認してから行くといいと思います。今回僕は紅茶を頼みました。お店の雰囲気もあって普段飲む紅茶より美味しかった気がします。皆さんもラルフズコーヒーで海外気分を味わってみてはいかがでしょうか。ここでちょっとした余談で、僕はもともと関西出身ではないんですが、実はもう引っ越しをしてから7年住んでいます。自分で言うのもなんですが、いろいろな場所を巡っているので結構詳しくなったと思っています。なので安心して見ていただけたら嬉しいです。最後に紹介するのは一乗寺駅から徒歩11分のところにあるカシェット北白川店さんです。アクセスは良くないんですが、近くには銀閣寺があるので、銀閣寺を観光する際に合わせていくのがいいと思います。また以前紹介したコーヒーの美味しい旅のねさんや洋館のコスペルさんも近くにあります。このお店はドライフラワー専門店なんですが、ドライフラワー専門店といえば河原町の近くにプレミエエタージュというお店があるので、銀閣寺まで行けないという方はそちらのお店もおすすめです。店内は色とりどりのドライフラワーに囲まれた、まるで絵本の中にいるかのような空間でした。最近おしゃれな人の動画を見ていると、必ずと言っていいほど部屋の中にドライフラワーを飾っているんですが、皆さんは部屋にドライフラワー飾っていたりしますか？よかったら飾る上でお気に入りの場所とか教えていただけると嬉しいです。メニューに関しては一般的なカフェメニューに始まり、フレンチトーストのような軽食もありました。今回僕が頼んだのはあやという綺麗な花の入ったゼリーポンチなんですが、甘さ控えめの少し苦みもある大人のゼリーポンチでした。ちなみにこのゼリーポンチの色は天然素材由来のものなので、安心して食べてください。皆さんもカシェットさんの独特な空間を味わいに行ってみてはいかがでしょうか。これで今回の紹介動画は終わりになります。今回も最後にもう一つのチャンネルの動画を少し流しながら終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。